プレスは今のトヨタ自動車を全て見てきた生き証人であります。先人の人たちはあの時こうやって種をまいてくれたから今の自動車産業あるんだと思います。今のトヨタ自動車あるんだと思います。歴史が自分たちのやってる仕事を評価してくれるんだという思いはね、ぜひともぶらさない軸としてやっていただきたいなというふうに思います。2025年5月、トヨタ自動車本社工場の一角で行われたとあるセレモニー。このプレスはトヨタの歴史、そして喜一郎がどれだけ熱意を持って車作りに励んだか、そういった思いが全部ここに入ってます。今のトヨタ自動車を全て見てきた生き証人であります。これからも我々は継承と進化を続けて、このプレス機に見守りながら立派なトヨタにしたいなと思います。トヨタの生き証人と呼ばれる伝説のプレス機、小松700トンプレス。60年以上の時を経て、メカプレス1号機がブラジルから本社工場に里帰りしました。この日行われたのは、小松700トンプレスにまつわる人々が集まり、3つのテーマに沿って語る座談会。1つ目のテーマは、先人の思い、創業期のチャレンジ精神です。チャレンジって言葉でね、言い表せないようなね、覚悟とものすごい決断じゃないのかなと思うんですよね。僕ね、このプレス機を目の前にしますとね、なんかね、車作ったんじゃなくて、自動車産業をこの国に作りたかったんだというね、一体このプレス機に何人の人が関わってね、どれだけの車作って、その鉄の量にしたらどのくらいの量をね、プレスというもの機械を使って何種類の部品作ってきたのかとかね、本物からその数字じゃなくてね、数字じゃなくてなんか本物から語りかけるようなオーラをね、ずっとちょっと感じ取っているというのがね、小松700トンプレスが生まれたのは1934年。トヨタ自動車の前身、豊田自動織機製作所自動車部の時代に、豊田喜一郎が製作を依頼し、小松によって作られました。当時の豊田喜一郎の言葉が残されています。シャシーの製作は大型のプレスさえあれば何でもありません。外国から出来合いを買えば何でもないが、日本で果たしてプレスができるかどうかが問題。小松製作所で思い切って作ってみましょうというので作らせてみました。外国から購入すればね、簡単に進められたところを、喜一郎さん、日本でプレスができるかどうかが問題ということで、小松製作所で思い切って作ってみましょうということになったというコメントも残されています。小川さん、はい、小松としても当時こんな大きいものは作ってなかったわけですよね。小松はですね、1921年が創業です。で今年で104年ということになりますけども、竹内明太郎さんのこの創業の精神の中に7つの心得っていうのがあるんです、7つの心得、例えばその研究は一時も取ってはならぬ、それからなるべく人の手を下さぬものを、それから将来国産化の見込みをつけて輸出の法とを見極めようというようなですね、心得を述べられております。我々の創業の精神と、それからトヨタ様のですね、その日本で自動車産業を確立するというこういう思いがですね、一致したことによって、このプレスができたんだろうというふうに思いますね。小松700トンプレスの製作は製造機械まで国産にこだわった果てしないチャレンジでした。座談会に先立ち、ルーツを知りたいと河合親父が訪れたのは、小松創業の地にある小松の森です。当時のその技術もまだそんなないし、材料がない、そんな時に
クランクプレスを作られて、それが90年持つっていうね、その当時の技術屋さんがどんな気持ちでこれを作ったんだな。でぜひここをね一度見せていただきたいっていうことで、今日お伺いしました。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。案内してくれたのは小松と小松三機の皆さん。小松三機は小松のプレス事業を母体として1994年に設立された小松のグループ会社です。小松製作所は最初は研機から始まったのではなく、一番最初は産業機械のプレスから始まっております。1924年にプレス第1号を開発、生産、出荷しまして、これが最初のプレスですけれども、この10年後にできたのが今里帰りをしている700トンプレスで、これがその今回ブラジルから里帰りしている実はプレスがこのカタログに残っていやーすごいカタログに残ってるんですね。でこれ誰が書いたか分かりませんが、メモでですね、手書きだ書いてあって、ブラジルすごいトヨタって書いてある。トヨタって書いてある。ブラジルトヨタに移設されたっていうことを多分やっぱりメモった人がいたん方もですよ。ずっとねやっぱりこういう歴史的な、こうすごいものって大事にされてるっていうのがよくわかるね。トヨタさんがずっと長い間ねやっぱり、大事に使っていただいたっていうのは本当に僕らもやっぱり嬉しいですね。あの計算すごいね。はい、こっちにも行くっていうね。たまたますごくよく見えますね。これはすごい。こんなものがあるとこはなかなかないわ。初めて見た。その後小松金沢工場を訪問し、プレス機がどのようにできるのか、そして小松がどのような歴史を歩んできたのか教えてもらいました。だから先人のね、創業者が喜一郎の創業と全く一緒だし、それをずっと引き継いで今やってるのも全く一緒だなって共通点がすごい。でお互いに頑張っていただいて車ができるからまたプレスもできる。一緒に共にこう今までやってきたっていうのはね、まだまだと見えて今日は本当に嬉しかったです。今回本社に戻して稼働させるというプロジェクトをお聞きになった時、どのような感想を持たれましたか？まず最初は嬉しかったですよね。なんていうのかな、そういうふうに歴史的な価値を認めていただいて大事に使っていただいた上に今からも大事にしようと、我々のメンバーにとってもね非常に勉強になったんじゃないかなと思いますし、改めてね自分たちのやってきた事業っていうのの価値とか歴史っていうのをね感じるいいきっかけになったようなふうには思いますね。小松700トンプレスが刈谷の試作工場に設置されてから3年後の1937年、トヨタ自動車工業が設立されました。その翌年、現在の本社工場となる衣工場が建設されます。そこへ引っ越してきたのが小松700トンプレスです。おはようございます。おはようございます。すみません、よろしくお願いします。すみません、よろしくお願いします。ここにあったわけですね、はい、小松プレスが。はい、そうです。失礼します。今はランドクルーザーのフレームや燃料電池などを生産している本社工場。至る所に建設当時の面影が残されています。このちょっと下がってるところがあるんですけど、駅のホームみたいなところがある。そうなんです。ちょうどそこが三河トヨタの駅なんですけれど、これが引っ込み線の跡です。昭和30年ぐらいまでは使われてたと聞いてます。でプレスだとここにじゃあ荷物を運んだ列車がわーっと入ってくるんですか？プレスの素材となるコイル材を運搬するのはその列車で運んでたと。へー。本社工場に残るレガシーは他にも。実はですね、この床板も創業当時の木の床です。これがまだ保存してあります。はあ。ってことは90年前ぐらい。そうですね。35年から8年にかけて。はあ。
すごい。まあ、当然色なんか塗り直しをしているので、はいまた表面は変わっちゃってますけれども、これが木そのままなんですね。はい、あ、でもしっかりしてますね。はい、まだ全然しっかりしてますねこれ。はい。やっぱりこういうのを残すっていうのがね、はいトヨタらしいですし、皆さんが大事にこう受け継いできたっていうね、そうですね。感じがしますね。そもそもどのようにして巨大なプレス機を移設したのでしょうか。豊田自動織機自動車部のあった刈谷市から本社工場までは直線でおよそ15キロあります。その秘密を探るためある会社を訪ねました。これがですね、うちの創業者神谷重太郎、実はここにいい言葉がありまして、トヨタあるところに三栄ありという言葉をですね、創業者が発した。やってきたのはトヨタと縁の深い三栄株式会社。建設や物流事業、そして重機の据え付けなどを行う創業104年の会社です。弊社の60周年の歩みというものがあります。はい。この中にですね、ここにありますトヨタ自動織機製作所ではというところがあって、はい。あとですね、ここにプレスというものがあるんですが、プレス機械を運んだと、こういったようなものがですね記載されておりますので、まず間違いなく三栄で運ばせていただいていると。小松プレスを。はい。はあ。田中さん、はい。これ何ですか。これは小松のプレスを運ぶときに、こういう牛を使って当時運んでたんです。もう昭和初期、昭和9年頃からこういったことをやってた。これが記録で残っておりましたので、力強い牛だと思うんですが、はい。ちょうど上に乗ってるのがちょうどプレスの一部なんですね。こういったものを順番に時間をかけて運んでたと。まさに豊田自動織機自動車部の喜一郎さんが購入して、じゃあ運ぶっていう時に三栄さんが牛車を使って運んだ。はい。はあ、面白い。当時の資料がね結構残されてましたね、写真も含めて。はい、三栄でございます。当時の私の先輩たちはああいう本当に裸一貫でですねやったということが素晴らしいと思います。面白いものがですね、ありましたので、ちょっと今日会長にお見せしようと思って持ってまいりました。全部三栄組はハッピーで商売やってました。でこういう格好でですね、当時これの据え付けと運搬は三栄組やっておりました。明日からこれ聞け、帰ってこいね。ありがとうございます。こうして運ばれた本社工場で元気に稼働することおよそ24年。戦後海外市場に目を向けたトヨタはブラジルに初の海外工場を建設しました。そこでおよそ60年にわたり小松700トンプレスは活躍することに。私も取材でその働きぶりを見せていただきました。まだこれ稼働してるんですか。はい、現役で稼働します。はい。すごいな。まだ大切に修理をしながら今まで使い続けてるということになります。はい。念のためしてよし、行きます。せーの、よいしょ。感動。これがおお、すごいできました。私一つ作らせていただきました。ブラジルの活躍2番目のテーマに参りたいと思います。チャンさん、まさにブラジルトヨタの象徴でもあるのがその今置いてありますバンデランテで、この部品に使われていたということですよね、プレス機が。And I think now Toyota has a very good brand image in Brazil, and I think it is because this vehicle, because it was produced
for the necessity of our customers, necessity of the region in Brazil. So this is why I think it was very, very important for our country, and also exported to other countries in Latin America, for example, also to Costa Rica. 戦後から南米でのトヨタを支えてきたサンベルナルド工場ですが、2023年生産を終了し、60年の歴史に幕を下ろしました。その時始まったのが小松700トンプレスの里帰りプロジェクトです。その工場を閉鎖するというのは非常に重い決断でありまして、井上さんも当時すごく悩んで秋夫さんに相談されたという当時のことをちょっと振り返っていただけますか。この小松プレスだけはやはり工場を閉めるにしても何とかしないかんという相談を申し上げたところ、ある時、1行だけ動態保存ってこう書いてあった。動態保存と書いてあって、すみません、私もその言葉の意味が分からずに、でも分からないと言えずにですね、はい分かりました動態保存ですねみたいな、なんかその返答をした覚えがあります。いやこれプレス機ですからね、動いて仕事してくれる姿で残さなければ失礼だと思うんですよ、それがプレス機なんだから、ね、だから単にね、オブジェとしてね、残したところで我々トヨタはオブジェで残すよりもね、仕事をする仲間としてね残すべきだなというふうに思ったので、多分動態保存という言葉を出したんだと思います。なるほど。これだけ魂の入ったものをね、向こうで終わるんじゃなくてこっちへ戻してこっちで動かそうと声をかけた時にみんながざーっと動いてくれて、まあこれに至ったんですけど。工場の閉鎖とともに始まった里帰りプロジェクト。まず取り掛かったのは巨大なプレス機の解体作業です。Eu trabalho com segurança. Eu trabalho com segurança. Obrigado, pessoal. Bom trabalho para vocês. Obrigado. 解体業者だけでなく、サンベルナルド工場の従業員も参加しました。Meu nome é Silvestre, trabalho na Toyota desde 94. Trabalhei nessa máquina há mais de 25 anos. Essa máquina é uma máquina robusta, não tem muito problema mecânico. E quando uma vez na história aconteceu de quebrar essa máquina. Só que a peça que quebrou não tinha reposição. E nós temos a peça aqui dentro mesmo para repor. Uma máquina que não tem peça em estoque, é a única máquina. Então a gente sempre tratou essa máquina com muito carinho. E é muito gratificante para a gente participar desse momento histórico agora, onde a gente faz o desligamento dessa máquina, a desmontagem para enviá-la novamente para o Japão. Obrigado por tudo. 破損などがいくつか見つかったものの、無事に解体作業を終え、船で日本に輸送されました。それから時は経ち、2024年夏、ふるさと本社工場には結成されたプロジェクトメンバーの姿が。プロジェクトを率いるのは浅井さんです。1938年にこの衣工場ができた時に一番最初にできた建屋そのまんまになります。まさにここで生産をしていたと。当時の状態をいかに再現するかだというふうに思ってます。プロジェクトチームがこだわったのは90年前の姿を完全再現することです。しかし残されている資料は全て白黒写真。その上何度もメンテナンスや塗装の塗り替えなどが行われてきたため、元の色が全く分かりませんでした。元町工場にやってきました。実はこちらが小松プレスが90年前の輝きを取り戻すための鍵となる場所だというんですね。行ってみましょうか。プロジェクトチームが声をかけたのは塗装成形製造技術部。普段は車の塗装を行う色のプロ集団です。プロジェクトに協力してくれたのは
匠の中村さんです。まずは元の色を知るところからスタートしました。唯一残ってた最初の手がかりは、当時のプレスはグレー系統っていうところだけ最初はありましたので、設備の色塗りというのはもともとあった色を法規対応、法律だったりルール、安全ルールが変わることによって上塗りをしていくんですね。元の色を残した状態で上に色を塗っていくっていうことは、つまりブラジルでばらしたものを塗装をこう剥いでやれば中に残ってるんじゃないかというところにひらめきまして、解体されたものの塗装を一部剥ぎまして、そのグレーを持って帰ってきたのがこちらです。なんとこれが持って帰ってきた大変貴重な、これが元の色。そうです。これぐらいしか剥ぎ取れなかったです。あんな大きいのにそうです。こんだけ。そうです。油焼け等で色が変わってたりする場所もあってですね、ある程度剥がして唯一綺麗な部分がこれだけ剥げたというところを持って帰ってきました。よく探しましたね。ブラジルまで行き持って帰ってきたのがこちらの破片です。これをもとに匠の中村さんが色の復元作業を行いました。こちら浦さんの方で、ある程度色が決められていました。でその中で、一番近しいのが、何種類か振った結果、こちらと、近い子は近いですね。近いと思います。なんですけど、私が見た時にまずこのサンプル何で塗られましたかと聞きました。そうすると、スプレーガン、エアーガンで塗るがサンプルになります。ですが実際にプレス機に塗るのは何ですかって聞きました。そしたらローラー。中村さん曰く、同じ塗料でも塗る道具によって色が変わってしまうそうです。画面右がスプレー、左がローラーです。確かに質感だけでなく色にも濃淡があるように見えますね。さらに濃さを細かく調整し、最後は目で見て合わせます。そういった中で合わしていく、合わしていく、合わしていく、合わしていくっていうところで、今最終的にはこちら。すごいな。おお、本当だ。ほぼほぼもう合っているという状態まで確認することができます。へえ、すごい。一緒にするっていうのはそれだけ大事にしたんですか？そうですね。やっぱりブラジルの方のやっぱ思いっていったところに感じた時に、やっぱ今度引き継いでいかない、継承していかないかっていったところを深く思いました。やはりその時当時の色を復刻したいっていうのが一番の思いでしたね。所変わり鈴鹿市、ここには解体され海を渡ったプレス機が保管されています。すげえや。そうだ、これ取っていただいた方がいいんだよ。これはプレス機の塗料。6人がかりで丸2日かけて剥がしました。まずびっくりしたのが、この層が3層あるっていうところですね。この黄色だけで3層こう見えてまして、でもう90年、ブラジル行ったのが60年ですから、60年ぐらいの歴史の中で少なくとも3回はこう塗られてきてる。3回もやってるっていうのはやっぱ大切に扱われてきたのかなって。きれいに塗料を剥がしたらいよいよ塗装です。まずは錆止めを下塗りしたら、中村さんが復元した色の出番です。
今回のプロジェクトのために特注した塗料だといいます。塗料に思いを乗せて塗っていき、まさに90年前の姿がよみがえりました。現場には中村さんの姿も。本当にもうドキドキして今日初めてこのサンプルを持って実物を合わすということでしたので、本当に心配でしたけど、今見てちょっとほっとしております。よかったですね。ほっとしてます。よかった。もうこれ90歳のプレスですけれども、多分今僕はその90年前の人と同じ光景を見てることになるのかなと思うと、本当復元してよかったなっていうのは今思っています。塗装の次は修理です。替えの部品がないため、修理が必要な部品は新たに作るなど着々と準備が進んでいました。確かにガタついてる。そうです。こうやってガタがあるとプレス機っていうのは本当に大きなエネルギーを持って機械加工してるので、カップリングという部品が摩耗していました。綺麗に入ってきますよ。綺麗に入ってきますよ。25.5 ぐらいいるんだ。じゃあエンドまでも入ってます。入った。大きい人一緒。感動の瞬間です。いやそして合図よし。合図よし。今ゆっくりと小松プレスが近づいてきました。本社工場に64年ぶりに戻ってきました。色がきれいに塗られています。今プレス機のまさに顔部分、クラウンと言われる部分が運び込まれてきました。お帰りなさい。持ち上がった。もちろん移設を担当するのは三栄です。さあ持ち上げたクラウンの下に入っていくのは見たことない車です。小松プレスを運ぶのは最新鋭の大きなラジコンのようなものです。ユニットキャリアです。このユニットキャリアと呼ばれるラジコンが小松プレスを工場内へと運んでいきます。64年前はこうやって戻ってくるなんて想像できなかったでしょうね。工場の扉が開きました。あそこから入ってくるんですね。すごい通ってる。あー来た来た来た来ました。創業者たちの思いが込められた小松プレスが戻ってきて、しかもこの後現役で稼働するという。移設は順調に進み、およそ60年ぶりに小松700トンプレスが帰ってきました。
小松プレス里帰りしました。どんなお気持ちですか？いやもう感動ですね。はい、1年前から本当にここに据え付けとか準備するのを非常に心待ちにしてたんで、とうとうこの日が来たかと、まさにその瞬間に立ち会えることができて非常に良かったなと思います。はい。里帰りした小松700トンプレスは現役として FC モジュールの部品を作ることになりました。座談会もいよいよ大詰め。最後のテーマは先人の思いを未来につなげるです。今回取り扱い説明書もない図面も十分なものがない中でですね、こういった形で動かしてきたその技術でありますとか熱意をですね、やっぱりこれから若い人に伝えていかなきゃいけないということでですね、このプロジェクトをぜひですね、人材育成という観点でこれからやっていってもらいたいと思います。先人のバトンをですね、我々私のスタッフたちにもそういう気持ちで仕事を向かっていく、とにかくなんとか仕上げていくと、そういう三栄でありたいと思っています。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ここの地をですね、継承と進化の里というふうに命名していただきました。よく会長が次の道を発明しようって言ってるじゃないですか。で先人の人たちがこの道を我々作ってくれて、今我々はその道を歩いてるっていうことなんですよね。で我々がやるのはこの道からさらにその先の道をやっぱ発明してしっかりつなぐっていうことが非常に大事だというふうに思ってるんで、これをみんなでね学びながらこれからもしっかり継承していきたいというふうに思います。今本当に我々も挑戦してるのかな。いろんな秀崎さんやグループやいろんな人にいいものを作っていただいて、それを持ってきて一台作る、これは先人から見たら挑戦じゃないよね。もっと突出した挑戦のチームを作って、突出したね、みんなが世の中が未知の世界に飛び込んで驚くようなものをやっぱりやっていくことがですね、先人に対する恩返しだと思います。そういったことをね、ずっとやり続けることが、私はこの先人たちの思いを継承することだと思います。改めましてね、この先人というかこの時代をね始めた人たちっていうのは0を10にしたんだなと思います。で我々がやってる仕事はやっぱり100を1000にしてる、ところなのかなと思います。全てがね、0を10にする仕事に変えなくてもいいんですが、100を1000にする仕事を8割ぐらいでやってね、2割ぐらいをやっぱり0から10を生み出す仕事っていうのを一人一人が考えてやりだすと、きっとね面白い世の中が始まるからもしれないなと思います。その時にやってる今我々が認められるかどうか分かりません。それでやってる我々が認められないと思ったら先人の人たちに失礼だと思いますよ、ね、先人の人たちはあの時こうやって種をまいてくれたからゆえにね、今の自動車産業あるんだと思います。今のトヨタ自動車あるんだと思います。特に未来をねやる人たち、歴史が自分たちのやってる仕事を評価してくれるんだという思いはね、ぜひともぶらさない軸としてやっていただきたいなというふうに思います。そういうことによってね、きっとこれからね今やってることは90年経ったらこういうことになるかもしれないし、こういう仕事をそれぞれの人がやれるようになったらね、きっと皆さんが思うように先人の思いが未来につながるような動きになっていくんじゃないのかなというふうに思いますので、ぜひとも私もね、そういう気持ちを入れながら小松のね、初号機の前で、改めて決意表明をさせていただきますので、ぜひとも皆さんもこの前でね自分ながらの決意表明、先人の思いを未来につなげるって自分なりにはこういうことだなというのをね、ぜひ自分で、決意して、それで、今日明日からのまた、仕事にね
元気で明るく取り組んでいただきたいなというふうに思います。